皆様ごきげんよう。ブレイキングダウン6でバチバチにやり合ったアウトサイド対抗戦のセミファイナルでやった2人、米尾くんと黒石さん。はい。彼らね、なんと試合終わったら大体ノーサイドになるのに、その後もバチバチのまま慣れをしない展開が続いてるんですけど、黒石さんがね、この間会場だった時にぜひコラボお願いしますということで何でもしますみたいなことを言ってくれたんで、誰もいないこのジムの空間に2人きりにしてみたやってことです。何でもしますって多分そういうことですよね。マジで。でもさ、俺は視聴者が見たいのよ、こういうの。確かにね。だって黒石さん試合終わった後なんか相手側のセコンドに突っ込んでってなかった。かなり。言ってた絶対勝てよみたいな感じでね、多分ね言ってたんだけど、多分敵対心すごいと思う、お互いにね。で、どちらにもコラボしましょうって言って呼んでるんですよ。悪いよ。マジで悪いよ。で、この空間にカメラだけセットしてお互いがここで貼っちゃうっていう、この空間ですね。僕らはここに隠れてるんで、はいそれであとはもう任せましょうっていう。どうなる？マジでどうなる？やばいっすね。悪いよ。でね、なんかね、結構2人をこう別々に呼ぶの難しいから、時間指定とかしてんだよね。なんか55分に来てくださいとか。そしたら小宮がなんかすげえ怪しんでて、怪しすぎこのますよね。間オーディションの後になんかドッキリ仕掛けようとしませんかとか言って僕スパーリングさせないでくださいよとか言ってなんかね疑ってましたよ。で、佐々木君にも手首痛めてしまいましたとか連絡来たでしょ。そうですね。ビビりまくってるよ。なんか俺10人力みたいにボコボコにするでしょとか言ってさ言っちゃ言ってたけどね、これどうなるんでしょうね。でも確かに初めてのドッキリですね、こういうの。だって2人きりにされてるからさマジ気まずいと思うよ。沈黙が続くのか。でも黒石さんはいつも連れてるなんか射程みたいな人いるじゃん。あの人がいる可能性あるよね。ああ、確かに確かに。はい。だから2対1の構図で久米さんも一人じゃない可能性もある。確かにマネージャーさんね、いますよね。じゃあ2-2のブレイキングマッチが始まるグローブだけ一応置いとくこのオープニング一応さ、 2個置いときます。一応置いとこうよ。黒石さんが黒石さんお疲れ様お疲れっすって入ってくるじゃん、その時にコンビを持る悪いんだよ。本当。バズラッコです。はい。これこれですね。これこれか。再生爆伸び機買ってやんけよこれ。そんな感じでしょ。もうあとカメラセットしてさ、そうですね。二個僕が隠れて。隠れてましょう。はい。じゃあそんな感じでお願いします。うっす。ほらなんかグローブあるもん。ちょっと待ってもらって。はい。うわ、なんか始まるぞこれ。待って。隠しカメラないの？何これ。ブーさんがまだ遅れてるんですよ。なんすかこれ。ほら、なんかもうマジで勘ぐるんだけど。マジでなんもないです全然。もうちょっとしたら多分来ると思うんです。うわー、なんかあるやつだ。なんだ。ありがとうございます。おさわります。ざます。あれ？ありがとうございます。おさわります。ざます。あれ？おさわります。ざます。俺なんかどこに行ったらいいの？ここがでも正解だと思う。うわ、正解なんだ。ありがとうございます。朝倉君今日いなかった？いや。どこに？ジムで1時5分。マジっす。トライフォース赤坂フィットネススタジオこれですか？そうです。うわー、なんかもうそういう感じかこれ。
電話って誰が電話っていや、こうって誰か出ました。内戦下で話したんですよ。あ、多分ここでなのか上か上もなんかそうですそうです。おしてください。お疲れ様です。お疲れっす。すげえ気まずかった。お疲れ様です。カメラ一応あれです。汗出たっす。めっちゃ汗かいてる。どうしていいかわからない。俺はやめようと喋っていいのかもわかんないから、どんな顔していればいいのかわかんなくて。だからなんかもうカルタもなんか。しかもなんか俺4回行っちゃったんですよ。違うジム行ってましたよね。なんで知ってるんですか。住所僕なのに。すげえ恥ずかしかった。一応今日の企画なんですけど、ブレイキングダウン6でバチバチに入れ合って試合終わってもノーサイドじゃない2人を2人きりにしたらどうなるのか。ちょっと待ってください。いやそんな何ここでなんかまた決闘みたいなさせるんですか。でも仲良くなってないですよ。喋ったやつです。喋った。めっちゃ気まずいなこれ。すげえ気まずかった。あれって入ってきた時ですよ。マジずっとみたいな感じ。気まずいっすよ。敬語で話してましたね。って感じですね今日。で、帰るみたいな。そうです。失礼します。失礼します。戦いは始まらないですね。やっぱ。そうですね。これブレイキングダウン6終わってすぐとかだったらまあまあ感づけたけど、ちょっと期間が来てる。これみんなで飲んでください。ありがとうございます。すごいいっぱい。米は何も持ってきてます。なんかもうちょっとバチバチになると思ったらやっぱ大人でしたね。いや、それは点々点。いや、なんですかこれ。コーナーとはもう地元の先輩みたいだもん。でいきなり殴り合いみたいな。最悪だよ。でも多分ね、視聴者が一応みたいなこれかなと思ったんで、もう黒石さんとコラボするんだったら米男となんか誰もいない2人きりの空間であの空間にされていきなり殴り合うと思うか。なんでいいんだよみたいな。ブレイキングダウンだったらそんな感じじゃなかった。いつもなんでここにいいんだよぐらいの感じでいくじゃん。ただ1回戦ってまだ1回もそれ以降6.5 で本当に見かけたとかくらいなんですよ。本当に喋ってないんですよ。確かにね。でも敵対心はすごいですよね、さすがに。いやいやいや、俺全然なくて。高口さんの時なんか一回離れてなんかそれ本当に入り込んでいってたじゃないですか。なんて言ってたんですか。俺絶対やらない。米を全然さ、またはいもらうよ、あんな戦い方したら。はい入るよって言って。はい、もう絶対はいです。はいだなって思ったさ、あれは。バレてたか。だいぶ強くなってきたよね。いやいや回を追うごとに。はい、書いてであとさ、俺思ったんだけどさ、延長の時俺のこと睨んでたよ。いやもうすげえ顔して睨んでた。殺す目でなんかこっちを見てた。また延長みたいな。正直これ仕組まれてんじゃないかなって思ってました。延長がぶっちぎりも1ラウンド目は勝ってたと思うよ。いやでもただつまんなかったなと思ったそうのと、なんか煽りからの微妙な判定だったらこれどうなのって思って延長にした。いやそしたら残りの2ラウンドは本当に延長みたいな感じになっちゃったからそれがあってもう最後はもうマジバテバテでした。やっぱ短い時間でも全然動けなくなるんだっていうのをすげえ実感しました。ここやめなよ。はい、すいません。僕はアウトサイダーのチャンピオンになってやめました。言ってましたよ。めちゃめちゃすごいですね。あれから一口も捨てない23の時かな。樋口君とリベンジマッチする前にもうここで負けたら終わりだなと思って
辞めてあれから一本も一口も吸ってないです吸えって言われない言われないです吸いたくならないですか？全然もうこれ最初の時は何？最初はなった最初はめっちゃだったけどでも一口吸ったら終わりだなと思ってたからそこをやめましたやめます。はい。いや絶対無理でしいや、やめますよ。もうこのチャンネルで公言した。おお。やめます。ょもしじゃあ吸ったらああ、もうそれはもうどんな罰でも受けますよ。本当に、はい。じゃあ SNS 全部削除今の時代一番きついやつわかりました。でもいける、はい。おお、すごいやめますじゃあ米尾くんがね、今後タバコを吸ってた目撃情報あったら僕に送ってくださいもう国民が監視カメラですこれ了解です。すごいねやめますやめます。やめますよいつまでもう永遠に死ぬまで、はい。すごいじもうその検査行って5年くらい吸ってなかった。ゃんうんそっかでそっから吸い始めたんで、コンビニ出てすぐ。まあ5年くらいやめた時に、まあ多分キープしたらやめられそうだなみたいなのがあったんで。なんかでもね禁煙を失敗すればするほど難しくなっていくみたいですね、要するにやめてまた吸っちゃってを繰り返せば繰り返すほどどんどん禁煙が難しくなるっていうふうに言ってましたね科学的な研究結果でもどうなんですか米尾とはなんかプライベート合いそうですけどね結構意外に俺礼儀正しいです俺はまあ個人的には別に好きだけど視聴者というか応援してくれてる人が声が大きかったんで、それをまあ守ろうとまあでも今日でねタイミングっていうか運命的に出会っちゃったみたいなそうして抜けた。めちゃめちゃニコニコしてましただけどマジで本当こういう機会ないとまあ会えないですよね。確かにね俺未だに瓜田さんともコラボとか何もしないんだよ。確かにでもサバゲーで一緒にさそう撮影とかでちょいちょい一緒になったりするじゃないですか。そういうところの本当はくらいです。まあ仲良くしてもらったらいいんじゃない大先輩俺はねずっと言ってたからねいいっすよね俺米を好きなんだよなみたいななんか別に可愛くねみたいな気持ちが分かるって言って昔の自分を見てるようないやマジで本当にそうでだからたまに見てて泣きそうになっちゃうんですよあなんか辛そうだなとか昔はねすごかったですもんね知らない世代多いですけどねアウトサイダーのなんか動画が YouTube に出回ってないから僕らなんでバリバリ世代だけどさ、まあ、今の若い子たちは知らないけどアウトサイダーの時の米をみたいなタイプまあ確かにだってもう乱闘だらけだったっすもんね試合終わってもう自分たちの仲間がリング上に全員上がってきて椅子でなんか殴り合ったりとか全員が大抵最後乱入してきてますよね。あれ大阪大会の時でしたっけ前田明さんが一丁弾ビリビリに破られてあれ俺全く感じないです黒石さんって乱闘何回やってるんですかっていうぐらいやってましたよねだってなんかその試合上がるじゃん2人でこうレフェリーが中央に寄せるじゃんその瞬間なんかいきなり殴り始めてでなんか試合中止になったりもうちょっとこっち離れてまで待てばいいんだけどここでもう限界になってであれなしになりましたもんねあれなしになりましたあと乱闘も仲間が乱入してみたいなのがなんかもう 2回か3回ありましたよねありましたなんか総長かなんかやってるんでしたっけすげえ恥ずかしいですもうこの年になって俺は昔総長やってたからみたいなすげえ嫌ですまあまあまあそうなんですけどねでもやってましたよねまあやっぱ人望がね熱かったねだって会場でさ風船を黒石さんのリング上がった時に風船がバーってさお母さんが配ってて恥ずかしい黒さんがすごい声がね通る人でね僕もなんか応援してもらってましたもんね最初同じチームだったんですかそうですああじゃあ昔からのだからですね、はいいや最初ちょっとカメラに映ってないんですけどオーディションの時もいつもなんてお呼びすればいいですかはっちゃん射程っていういやみんなが射程って言うんですけどどういうなんか役割を担ってる人なんですかカメラマンとボディーガードと付き人ですかまあ付き人っていうかまあマネージャーっていうかもう全体的なでもマネージャーであんななんかこううちの大将にみたいな感じで言ってる人いないじゃないですかまあ確かになんていうんですか付き人さんでいいですか何でもいいですだから最初はこの企画じゃなくて付き人さんは黒石さんのためならどこまでするのかっていうのを検証しようと思ってるんですよ、僕が例えばなんか1000万とかを渡してこっちの会社に来てくれって言っても裏切らないかとかそれやろうと思ったんですけど
多分裏切らないと思いますですよね、はい、でもあんまりなんかそこが認知度がないなと思って確かにまだ確か一回ブレイキングダウン出た方がいいですよそうですね、ぜひお願いできれば。エクストラですね。ああ確かに69って書いてるはい。ね一回ちょっと映ってもらっていいですかなんかそのあ、いいですか。誰って感じになってるんでいいですか、すみません。逆にでもそこまでなんかストーリー性はないですよねなんかその彼となんか揉めたわけじゃないじゃないですかどちらかといったら米男と揉めてるじゃないですかそうですね。じゃあ一回ここでやってもらっていいですか僕的なストーリーはなんかこう、うちの大将と米尾くんがやりました。なんか世間的にはなんか雪虎くんがなんか米尾くんの射程みたいな感じになってるじゃないですか。ああ射程同士みたいなボディーガードみたいなので、なのかなと思ってたんですよ、私僕は。なるほどねはい。でも射程じゃないでしょ別になんかまあ、そうですね、YouTube。まあでもどっちにしてもまあ、面白いか退散します。すいません。なんかそのあの当時からのその付き合い唯一なのかわかんないですけどここまで親しい人は多分一人だと思うんですけど確かにはい何がそうさせてるんですかなんか命を守ってくれたことがあるとかいやいや全然ねでも今回、まあ、ずっと手伝ってくれてるっていうのもあるしまあもともとずっと友達ですけど俺地元の友達と最近ずっと会ってなかったんですけど何年も何年も連絡しかとしても遊ばないって言ってもずーっとひっつき回ってくるの彼なんで大好きなんですねそうなんです、大好き。惚れ込んでるとやっぱり昔、もう中学校からの同級生なんですけど、昔はね、守ってくれてることの方が多かったです、僕は。守られてる方が。やっぱ昔からずっとこんな感じなんで。なんかかっこいい話あるんですか一番これ自分的ナンバーワン一番俺がかっこいいなと思ったのは、いい話で、それいいっす何のちょっと絡まれたっつって、はいやっぱりちょっとバイクとかで走ってて、絡まれたっつって、ちょっと地元の集合場所みたいなところがあるんですけど、もう相手も結構な人数いたんですけど、集合場所に集まりました、で、黒来ました、背中に1本バットさしてきて、お前たちここで混ぜていいよっつって、一人でバーッと走って話解決してきちゃったりとか、湘南のどっかのチームの人ともうめちゃくちゃ強いよって言われてる人とかでも、もう一つ先に俺がタイマー入りますって言ったりとか。おおで一番ダサかったエピソード知ってますでもそのかっこいい話の裏もちゃんとダサいのセットなんで俺がタイマー張りますって言ってボコボコにされて帰ってきたんですよでぶっ倒れてるとかにあいつ「黒大丈夫?」っつって氷とかかかっててちゃんと毎回かっこ悪かったりするんでこうだってもんね。アウトサイダーのまんまなんですね最初当時もそんな感じだもんね俺喧嘩無敗とかじゃマジでないんでいやでもどんどん突っ込んでいくタイプでしたね最初そんな感じだったのにだんだん強くなってみんな応援してくれてみたいな感じでしたねだから僕たちからしても結構憧れのスター選手なんでやっぱこの間ね出てくれてた方とか確かに、ソウルジャパンとか見てました。ヤンキー雑誌みたいなね当時見てたの何歳だ見てました、見てました。でもバリバリしてて、バリバリね当時何歳俺たち15とか。 15ぐらいか俺も少年院出て知ったから最後そんだよ181921歳で初めて出たんだって私はまだちょっとだけかぶりましたよねかぶったけど最初からめちゃめちゃ強くなかっそうですねちょっとなんで空手やってたんで、たあそういうことか格闘技はまだ1年ぐらいやってますやって強かったもんな2人揃って弟はもう本当に1年ぐらいでしたから空手よ小学校の時しかやってなかったからいや懐かしいっすねあれからもう10年ぐらい経ってるんですね一番最初も出たんでしたっけそう一番か一番最初の1試合目で乱闘でしたっけそうそう1試合目もう初回でいきなり乱闘になって結構世の中厳しくなりましたよねそう思うと、なんか昭和とかなんてもっとすごかったじゃないですか、プロレスラーとか前田さんとかなんか鉄パイプ椅子でバンバンに殴ってるやつとかあるじゃないですか今はもうねちょっとあれしたらもう大炎上ですからちょっと生きづらい世界になりましたねそれが正解なのかもしれないけど今 YouTube やられてますよはいで YouTube やってる、はい、トリプルコラボしますか、なんか何か企画あります
何にも考えないいやなんかまあ朝倉君が映ってくれればそれでいいなと思ってあそうだあれめっちゃ面白いね高校生あめっちゃ面白いですよね。あれ絶対いいでしょでもなんか賛否すごい出てて、なんか危ないとかねすごい出てるけど、いや全然関係ないでしょまあ普通に K1 甲子園とかやってましたからね。だってどうせ抑えたって自分がだって高校生の時に絶対喧嘩するなって言われたって絶対どっかでするんだから、それだったらちゃんとルールを設けてあげて、でリングの中でやらせてそっから彼らって夢も目標もないから、そこからじゃあプロ格闘家になりたいとか視野が広がってじゃあ芸能に進みたいとかなんかいろんな出会いがあるからじゃあこういう道があるんだって道が広がるから俺すごいいいなと思って、僕もいいなと思ってるんですけどね結構頭の固い人たちも多いから、まあでもやると思います。どっちにしても、まあ、高校生なのか16歳から18歳以下なのかわかんないですけど、いや暴走族とかの子いるじゃないですか、そういう子たちもねそんなことしないで、こっちでやりなよっていう。高校縛りじゃない方が俺は嬉しいかまあ、それやりたいですよね。いやそれは絶対にいいと思う。だからアウトサイダーとかもなんかアウトサイダーに出た選手が犯罪とかを犯すとすごい叩かれたんだけど、アウトサイダーを開催したからこそ構成した人の方が絶対圧倒的に多いんですよね、数が。だからそれはねやった方がいいなと思って、そして盛り上がるし、まあ、やります。楽しい16歳の子たちがなんか30代とかの人とやるの怖いっすもんね、まだ絶対よくない体できてないし、そこでなんか頭角からしてきた子が本戦出場とかは結構流れ的に面白いかなと思って、絶対面白い。結構楽しいイベントが待ち遠しいですね。日韓対抗戦だったり、それ韓国で韓国でやりたいねって話になってます。だから1日でオーディションってできるじゃないですか。だからひな壇軍団を全員連れて韓国の会場でやって試合決めて、で今度日本で試合しましょう。日本でやってくれるならまあ嬉しいわ。韓国怖えよ韓国で試合怖い。いやなんで怖いんですか。いやなんとなく敵地だから。いやいやそんないい人ばっかっすよ。結構韓国の方いい人ばっかっすよ。ね、ちょっと年上の方たちはなんか日本に行ってきたい的な人も多いけど、若い子はもうみんないい子ばっかっすよ。ハングリー精神がなんかすごいですよね、韓国の方が。僕が感じて、なんか個人的な意見ですけど、なんかエンタメとかも韓国って対世界に売ってるじゃないですか。でも日本ってこう自国に売ってて、そういうのも関係してるのかなって思います。いろんななんか例えばラスベガスの日本食の場所とか行っても韓国の方がね結構仕切ってたりしてるんで、ラスベガスじゃない LA か、すごいなと思ってやりましょう。よし。5月くらいかな多分。だからオーディションでやったら3月になるんじゃない？韓国行ってうまく全部進んだら、ちょっと練習しないとね、日本人も負けてられないんで、まあなんか仲良くなりたいですよね、拳を交えて交流したいというか架け橋になりたいですよね。日韓近いし、そんな感じでじゃあ2人のチャンネルでも何か今から考えて撮りますので、概要欄から考えてください。じゃあそんな感じで僕のチャンネルは終わりとなります。ありがとうございました。